Amazon レビュー見てみたところ、星一つの方の意見で、ゴミを送りつけられたみたいなコメントもあったんですよ。なんで、つくかわかんない。動くかどうかをちょっと試してみようと思います。お、電源入りました。さすがにね、Amazon で最安のディスプレイオーディオつけてみようって思う人いないと思うんでね。これ意外と参考になる人多いんじゃないかな。ただね、これ音楽聴こうと思って、クロワックス！はい、どうも、クロワックスです。ということで今回の動画はこちらのサンバーちゃん。サンバーちゃんにですね、とあるものを買ってあげました。ドーン！あら、またまたいいものを買いましたね。Amazon でございます。サムネタイトル見ていただければわかる通り、サンバーちゃんにディスプレイオーディオを取り付けようという風になりました。ディスプレイオーディオを取り付けるなら何かネタになるものはないかなと Amazon を徘徊していたところ見つけました。なんとこちらのディスプレイオーディオ、Amazon 多分最安5900円。しかもバックカメラ付き、付けないと思うけど、バックカメラ付きでディスプレイオーディオが5900円で売ってんのを発見して、これはね、やってみてもいいんじゃねえかっていうことで今回購入してみました。これからこちらを開封していくんですが、なぜわざわざ自らですね、ディスプレイオーディオを購入する経緯に至ったかというと、こういうことでございますよ、皆さん。こちら、おそらく7年前、8年前ぐらいにご紹介したこちらのアトトの A6 Pro。これがですね、おそらく3年前、4年前ぐらいに紹介したアトトの F7XE ということで、こっちね、Android ナビ。こっちがディスプレイオーディオっていう形のものなんですが、過去ね、クロワークスはアトトさんの商品提供でナビの動画なんていうところを作成してまいりました。だがしかし、5年ぐらいね、動画の投稿をサボっていたクロワークスはですね、こちらの案件、アトトさんから来なくなりました。見限られました。じゃあいいよ、いいもんねっていうことで、こちらね、5900円で最安ディスプレイオーディオを試してみようじゃないかということで購入に至ったというわけでございます。とはいえね、これ Amazon レビュー見てみたところ、星一つの方の意見で、届いたけど電源すら入りませんでした。ゴミを送りつけられたみたいなコメントもあったんですよ。なんで、つくかわかんない。つかなかった場合はこちらですね、若干フリーズとかも起きてるんですけど、まあ音楽聴くことはできるでしょうということで、これくっつけて、とりあえずディスプレイオーディオくっつけりゃいいんじゃねえかなっていう。いずれにせよ音楽が聴ければそれでいいですから、Bluetooth でね。で、合わせて、この動画を参考にする方は、あくまでも自己責任ではありますが、ナビ交換自分でしてみようかなっていう人の参考になる動画になればいいかなっていうところもありますんで、いずれにせよですね、このサンバーちゃんで Bluetooth で音楽が聴きたい、ナビ交換行ってみようと思います。ということで、こちらの5900円、Amazon から届いてまだ未開封です。開封してって見てみようと思います。果たして、まともなものが届いているのか。でもちゃんと化粧箱入ってますね。ほら。以前ね、ポリッシャーの動画紹介した時に、この Amazon の箱にそのままね、直入れで物が入ってたんですよ。なんで、そんな感じで物入ってるかなと思ったら、ちゃんと梱包されてますね。ほら、こんな感じ。なんか内容物はそんなにやべえもん入ってるって感じしないな。まずはケーブル類。そして、これもコネクター関係ですね。コネクター関係と、プラスチックの枠、取り付け用の金具、本体と、取扱説明書。当然のように日本語表記はなし。こんな感じの内容物ですね。ケーブル類を見ると、バックカメラちゃんとついていて、本当に内容物、昔のナビとかと比べるとだいぶシンプルっすよね。そんな感じの内容物なんで、実際にじゃあもう、サンバちゃん側のダッシュボード外して組み付けていくだけか。はい。以前ね、こんなバッテリーカバー付けましたが、ナビとかね、触る場合は、バッテリーのマイナス端子外しておくようにしましょう。はい。ということで、とりあえず外していっちゃおうと思います。よいしょ。外れた。はい。ということで、これ外れました。外れたらですね、ナビが止まってるこのドライバーのここですね。よいしょ。ネジをくるくるっと外せば、簡単に外れてきます。あれ？違う？おっと！奥にもさらに2本止まってんの見つけたわ。ここ外さないと外れませんね。危ない危ない。よし。よいしょ。外したのはこんな感じのね、CD プレイヤーです。おそらく車外だろうって思ってたんですけど、多分そうですね。これ車外ですね。いずれにせよ、
おそらくこのコネクターそのまま挿せるんじゃないのかな。違うやつだ。これに相当するコネクターをまた配線し直してっていう形なんですけど、このコネクター一つと、このね、ラジオのアンテナ線のみが、この CD プレイヤーについてました。これなんでかわかりませんが、ETC かなんかつけてたのかな。そんな感じの名残ですが、泥棒配線みたいなのついてましたんで、これつけっぱなしでもいいんだろうけど、つけっぱなしだとちょっと気分悪いんで、これ外してね、絶縁テープで処理するところからまず始めようと思います。はい、ということで見えにくいと思うんで、ライト導入しました。なんか泥棒配線みたいなのついてたのは一旦なくしました。これ配線関係が何色がどれだかっていうのがわかんなくて、こっちの取説も一応見ないと、どのケーブルが何かっていうのわかんないから、それ対象して繋げていくしかないね。ということでそこを解読してですね、サンバー側が何色が何なのか。それと、こっちのね、コネクター側、一応これだけのコネクターがあって、これだけケーブルの色がありますから、どれだかわかるようにして、とりあえず接続して使えるかどうかを見てみようと思います。はい、ということで現状ね、こっちのスバルの配線だけは分かりました。簡単に説明すると、これが常時電源。これ常時電源の、右上がイルミ電源の、青が ACC 電源。一応来てる電源が、白、青、赤。この3つ。あとは、緑、黒、銀がアース。で、残り4本になるんですけど、この4本がスピーカー配線。なので、すげえシンプルですね。来てるのはそれだけです。これ詳しいところに関しては、ネットでですね、サンバーとか、配線色とかで調べると出てくるんで、そのあたりはね、見ていただければわかると思うんで、それでいいと思います。今回車速センサー取ったりとか、GPS アンテナ取り付けたりとか、そういったことを一切しないんで、こんなんで電源が取れるんだったら、それはそれでいいよねと思いつつ、この程度の配線だったら、こっちのこれと、これだけ配線が分かれば、こっち側にコネクター作って、ここに差し込んでしまって、テープで留めてしまえば、つきそうなんで、それでいっちゃいましょう。はい。ということで、これ映像見えますかこれ。QR コードが取説にあって、その QR コード読み込むとですね、サイトが出てきました。どこの何が何の配線だよっていうんで、iPhone で撮影したですね、写真を翻訳かけると出てきました。一応ですね、これ見ると、アクセサリーが A7、A8 がグランドってなってるんで、グランドなんでアースでしょう。アクセサリーが A8 で、B って書いてあるから、A4 がバッテリー直で、ヘッドランプが A6 だから、ヘッドランプか。A の方が、ここら辺電源周りで、B の方がスピーカー関係で出てますね。これでもう全部わかるんで、なんとかなりそうです。はい、ということで、一旦ですね、事務所の机に来て、ハンダゴテ準備しましたんで、ハンダゴテでですね、必要な配線だけ被覆を剥いでコーティングして、とりあえずコネクタのところに挿して、使えるか使えないかの試運転をするために、とりあえず繋げてみようと思います。配線1、2、3、4、5、6、7、8本かな ?8 本分の配線、泥棒配線で割り込ませる形で、カプラーはそのままにして、途中から入線させてしまうか、それとも、オーディオの配線をコネクターから外して、それに適合するカプラーで繋いじゃう、それもありかもしれないですね。いずれにせよこれ、とりあえずハンダで、細いんで配線。もうこれめちゃめちゃ細いな、これ。配線めちゃめちゃ細いんで、一旦ハンダで全部、被覆を剥いで、ハンダでコーティングしてあげようと思います。でね、これ見てください、これ。こんな感じでですね、配線一個一個、よく見るとですね、傷ついてるんですよ。被覆剥ぎやすいように。このあたりはすごく丁寧ですよね。ということで、作業していっちゃおうと思います。A8 のグランドは確定でしょ ?A7 のアクセサリーもそう。これがアクセサリー。アクセサリー電源とマイナス。配線一緒じゃねえけど、配線色。こんな紛らわしい配線ある？暖色系にするとかあるやろ。よし。よいしょ。ああはい、ということで、こんな感じでね、いらない配線を束ねつつ、いる配線を被覆で剥いていくっていうだけの単純作業なんですけど、ハンダゴテ久々に使ってる感じしますね。皆さんハンダゴテとか持ってたりします？なんだかんだ DIY でなんかしようとすると、なんかハンダゴテってあったら便利なシーンってあったりすると思うんですよね。大型のホームセンターとかじゃなくても、それこそコメリさんとかね、小規模のホームセンターって結構各地いろんなところにあるじゃないですか。DCM さんとか、小規模ホームセンターでも意外と売ってたりするんですよね、ハンダゴテ。一般的な温度が何度とかって細かいところわかんないですけど、そのあたりね、ネットでちょっと軽く調べてやってみるのもいいんじゃないですか。いざって時なんかね、意外と使えたりすると思います。これだって本当だったらコネクターがないととかカプラーがないととかギボシがないと作れないよっていう形になりますが、こんなんでね、配線をハンダでコーティングしておくみたいな、その程度のことだったら誰でも多分すぐできることだと思うんで、意外とハンダゴテ持っててもいいんじゃないかななんていうふうには思いましたね。
はい、ということで、そんな偉そうなことを言っていながらですね、配線間違えました。A グループ、B グループで分かれてるんですけど、A グループの方が電源関係。で、B グループの方がスピーカー関係だったんですね。A と B を間違えてですね、逆で場所を取っていたと。すいません。皆様もこういったミスがないよう、細心の注意を払ってお気をつけいただければと思いますんで、やり直します。翌日になりましたが、こんな感じでですね、とりあえず電源配関係だけ接続しました。果たしてつくのか、それだけね、チェックしてみようと思います。あ、ついたということで、キーオンにしたら、とりあえずつきました。とりあえず電源ついてなんか動かせそうですね。ちょっとタッチパネル反応悪いけど、なんか動きはしますね。なんで、一旦この純正のカプラを切って、両方ギボシ確保して、すぐ純正に戻せるようにしつつ、ギボシで接続が一番かな。とりあえず、アンテナ左右4本と、イルミネーション電源も含めた電源3本にアースって計8本しかないんで、そんな感じでいこうと思います。泥棒配線して皮膚がむけてるところでパチン。いやー、これ、作業大変そうだな。はい、ということで、外はめちゃめちゃ荒れ模様な天気の音がしておりますが、あとはね、車体側、配線作っていこうと思います。純正のカプラはね、こんな感じですぐに純正戻しできるように、ギボシ全部配線してきました。で、車体側は、メスと呼ばれる、これをね、施工してきます。車体側のね、配線もしっかりとハンダをした上で配線していきたいなと思ってるんで、ちょっとできるかわかんないけど、ここでやる感じになるんで、いやー、うまくできるかどうかな。しっかりと作業してってみようと思います。よし。よし。この子らの配線を全部よじって、ハンダ付けすると。とりあえず1本できました。この要領でね、一旦配線をハンダで補強をしつつ、こちら側もギボシを全部つけていくっていう作業していきたいと思います。はい、ということで全部ギボシが作れました。あとはですね、実際に決線して使えるかどうか見ていくって感じですかね。これで、あとは、あれか、このカバーが 2D に対応してないんで、切っちゃえばいいかみたいな感じなんで、本当に綺麗なものを作りたかったら多分もう一個、行きつけの部品屋さん、ヤフオクに行けば、多分これ買えそうな気がするんで、とりあえず動くの確認したらカットしてっていう流れかな。はい。実際に動くか試してみようと思います。ということで、持ってきました。実際にこの配線、どこの配線かみたいなのは、QR コード読み込んで、どうのこうのってさっき説明したと思うんですけど、見てください、この裏側。ここにね、どこの配線が何かってね、ナビに書いてありました。取扱説明書の QR コードから飛ばなくてもこれ分かったっすね。いけたっすね。はい。まあいいや。そんな感じで接続できるので接続していこうと思います。よし。決線が完了し、バッテリーもつなげてきたんで、使えるかどうか、動くかどうかをちょっと試してみようと思います。お、電源入りました。あ、逆だった。こっちが正しい方向なのね。はい、なんか音が出てますね。ラジオか。とりあえず FM で音が聞けるかどうか見てみますか。言うこと聞かないですね。さすが5000円クオリティ。言うことを聞かない。もしかして日本仕様じゃないから全然周波数帯違うとかそういう話なのかな。あ、ジャパンでできる。あ、いろんな国ができるんで、ランゲージは英語のみ。スクリーンセーバーモード。スクリーンセーバーモードオフでいいんじゃないか。ビープ音オフでいいよね。ブレイクコントロールオフ。ヘッドライト、まあオフでいいんじゃないかな。カメラミラーイメージ、あ、OK。まあ、カメラがこう正定反転みたいなやつよね。RGB LED。ルームランプ何色？グリーンがいいな。車内の内装に合わせてグリーンにします。SWC って何？ハンドルのスイッチね、接続してません。フォンリンク、ノンデバイス。ということだね。もしかしてこれで Bluetooth で接続できないとかある？だって、俺は Bluetooth で音楽を聴きたくて。お、繋がった。これで音楽が聴けるかどうか、プロワックスのを見てみよう。ノーマルのステッキ型だ。それを、ここで再度弾ける。いけますね。ちょっと音楽聴いてみよう。
おっと、これは iPhone の画面が表示されただけ？これはカープレイでも何でもないか？これは使わなくていいかもしれない。充電ポートがついてて、AUX、あとマイクロ SD がついて、これがさっきのミラーリングみたいな、スマホの画面が映るだけなんで、ここら辺は特に使わないね。これさ、エンジンかけてから電源入るまでがちょっと時間かかるんでちょっと怖いっすね。再起動するとこんな感じで、とりあえずラジオから始まる。ジャパンにしたから、そうだ、さっきラジオ見ようと思ってたんだ。あれ俺ラジオアンテナつけてないや。まだラジオアンテナ接続してなかったわ。ラジオアンテナ接続。使い方は一通り分かりました。結論は最後に述べようと思う。ということで、こんな感じで使えることが確認できましたので、これをですね、よいしょ、実際に取り付けてってやっていくんですが、これもね、もうカットしてきちゃいます。カットして取り付けていきます。なんですけど、取り付けていく前に、この配線、今後、アクセサリーと常時電源とアース、この3本は使うことが出てくると思うので、はい。コメリで買ってきました。こんな感じの分岐ハーネスです。これで、いつでもね、こっから電源が取り出せるようにしておけば、例えば今ね、下をグイグイっと見てもらうと、こんな感じで ETC 仮付けって形にしてますが、ETC 取り付けるときもすぐに電源が取り出しができるっていうことで、アクセサリー電源とアースだけでもいいし、常時電源、アクセサリー電源と、間にこの、どうせギボシでつなぐんですから、これをね、差し込んでおけば、電源取り出しが可能だっていうことで、これね、3つついてるんですよ。なんで、アクセサリー、常時電源、アースっていうね、この3つを間にかまして仕込んで常時電源取り出しできるようにしてから取り付けていっちゃおうと思います。ここのカットに関しても、カッターとかそういうんで切っていけばおそらくカットできるんで、これも別に映像いらないかな。次のシーンではもう完全に取り付けができてるかと思いますんで、取り付けていっちゃおうと思います。はい、ということで、どっから説明しようかな。いくつか説明しなきゃいけないことあるんですけど、とりあえず、つきました。取り付けるのに、4時間ぐらいかかったかな。ここに、何やらネジがついているのはご容赦ください。これ最後にね、総括っていう形でお話ししようと思うんですけど、はい。今これ聞こえますか？この音。はい、音切りました。こんな感じでですね、ずーっと不快なノイズが入ります。もうどっから話せばいいんだろうっていう状況ですが、これはこの子のせいなのか、このサンバーちゃんのせいなのかっていうところがわかんないんですけど、ただ、このディスプレイオーディオに変える前についてたデッキ、あれでラジオ聞いたりもしたんですけど、ラジオ聞いてる時には症状出てなかった、このノイズ。このオーディオに変えてから出てきました。調べてみるとこれってオルタネーターノイズとか、アースがしっかり取れてないことによる、電気の回り込みとか、そういったところでのノイズみたいなところがあるらしくてですね、間にフィルターかましたりすると収まるよっていう話なんですけど、以前のオーディオで出てなかったノイズが、このオーディオに変えたことによってノイズが出るっていうことは、そういうことなんでしょう。ただね、これ音楽聴こうと思って、普通に走ってる時に、普通に聴くぐらいの音量にすると、あんまりノイズは気にならないです。音楽聴けるからいいかなぐらいに、しときゃいいかなと思いました。次にね、このネジに関して言うと、こうしないと止まりませんでした。こうしないと、このナビちゃんね、取り付けができませんでした。これもサンバー側の問題なのか、このディスプレイオーディオの問題なのか、ちょっと僕の方では判断つかないんで、コメントでね、わかる方いたら教えてほしいんですけど、サンバーの車体側のね、オーディオを取り付ける金具が、このディスプレイオーディオと合いませんでした。実際そういうことはね、他の車種とかでも組み合わせとしてはあると思うんですけど、それでもね、このディスプレイオーディオ付属のステイみたいなところをうまく駆使してなんとか取り付けようとしてみたんですが、あれやってもダメ、これやってもダメ、こうしてもくっつかないっていうんでね、最終奥義ですね、こちら側の枠に、このディスプレイオーディオについてたアングル、無理やりひん曲げて、こことこのディスプレイオーディオ、こことここのディスプレイオーディオで、無理やりくっつけてバコンとはめ込んでるだけっていう。それでも全然動くことはないから、これでいいでしょうっていう状況にしたんですが、とりあえず取り付けはで
きた。まあ、しばらくちょっと使い込んでみなきゃわかんない部分あるけど、僕の中でね、とある結論が出たので、最後総括でお話をさせていただこうと思います。はい、ということで、こんな感じの画角で総括。サンバーちゃんのダッシュボード内にですね、Amazon 最安の5900円で売っていたディスプレイオーディオを取り付けてみました。結論はね、ぶっちゃけ、国内メーカーのディスプレイオーディオが数万円で購入できるんで、そっちを買った方がいいでしょうっていうところが結論です。はい。動画のネタになればっていうことで Amazon の最安のディスプレイオーディオ試してみたんですけど、ノイズが入る。そして取り付けがなかなか難しい困難。それとですね、これ結構大きいなと思ったのが、カープレイとかね、Android Auto が使えない。この3つがどうしてもあるんで、それであれば、ちゃんとしたディスプレイオーディオを入れてあげた方がいいかとは思います。僕の場合はね、このサンバーちゃん、毎日常用で乗るっていうわけではなくてですね、年間走行距離1000キロ、2000キロぐらいなんですよ。なんで、それぐらいなんで、これでもいいかなっていう、多少ノイズが入ったとしても Bluetooth でスマホの音楽が聴ければそれでいいかなっていうところがあったんで、これでもいいかなとは思いますが、普段乗る大切なお車、これもね大切なお車なんだけど、日常の足として使う車にこのディスプレイオーディオはやめた方がいいと思います。はい。いやでもね、これ意外と参考になる人多いんじゃないかな。さすがにね、Amazon で最安のディスプレイオーディオつけてみようって思う人いないと思うんでね、この動画がね、皆様の参考になるっていうか、判断の足しになるような、そういう動画になったんではないかな、なんていう風に我ながら思うところでございます。いやーね、これあと、いつ壊れるかとかフリーズするかってとこも気になるんで、長期で使ってみて、なんか不具合で、いや、これは動画にすべきだろうっていうところがありましたら、動画にしていこうと思いますんで、気になる方はですね、チャンネル登録をしてですね、お待ちいただければと思います。サンバーちゃんの車内環境少しずつ良くなってきてはいるんですけれども、今回のこれはね、ネタになったからいいけど失敗だったからっていうところではありますね。冒頭でもお話ししましたが、アトトさんは最近もう送ってくれないし、こういったね、最安値のものとかどこのメーカーのものかわからないものに関してはこういう結果になるしということで、海外製のディスプレイオーディオに関しては今後慎重になるかなっていうところではございます。アトトも別に使い勝手悪くないけど、国内メーカーのディスプレイオーディオを使おうぜっていう、それが今のところの結論かな。ということで今回はですね、Amazon 最安値のディスプレイオーディオを取り付けてみるということで取り付けてみましたが、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただいた皆様本当にありがとうございました。またね。バイバイ。